はい、村上さん、はい、ちょっと今日ここどこですか？ここは従業員の休憩室兼倉庫ですね。そうなんですか。今日はなんかいつもお客さんから質問を受ける内容に対してちょっとお答えしようかなと思って、これすごく模様としては似てると思うんですけれど、こっちダイナイトソウルってよく言うんですね。こっちがイートンソウルとか2055っていう品番で呼んだりするんですけれど、ビブラム社のソウルなんですね。模様似てるじゃないですか。よくお客さんから何が違うんですかって聞かれるんですね。なるほど。確かに、っていうかこの距離で見てるとほぼ同じなんですけどやっぱ全く同じだったら意味ないじゃないですか。ただ違いは、単純にこの厚みが違うんですよね。これが実際のそれぞれのソールなんですよね。重ねるとだいぶ違いが分かると思うんですよ。こうやってビブラムのが突起がないんでこうギュッてやると、本当だ。ダイナイトよりビブラムの方がだいぶ厚いですね。そうなんですよ。特に土踏まずのとこなんかも全然違うんで。全然違う。1.5ぐらい違う。何ですか？ブツブツ。これ多分測るとノギスで測ると、大体こっちの方が約5なんですよね。5ミリ？そうです、約5ミリ、でこっちの方が6強ですね。 6.5 ぐらいありますよね。なるほど、約。じゃあ 1.5 ミリほど厚いってことなんですね。そうなんですよ。たった 1.5 ミリって思うかもしれないんですけれど、靴の中で 1.5 ミリってソールだと相当大きいんですよね。もう見え方が全然変わってくるんで、全然違ったじゃないですか。なんですけど、突起部分でいうと同じなんですよ、厚み。ダイナイトの方はベースが約5で突起の部分が約7ミリなんで、約もう突起の部分だけで2ミリ出てるんですよね。でビブラムの方はだいたいベースが約 6.5 ミリで突起が7ミリなんで、0.5 ミリしか出てないんですよね。なるほど。こっちのダイナイトの方はこういう定規でこういくと引っかかりますよね。突起がもうこういう感じで、もういかないですよね。なるほど。こういう感じで。でビブラムの方はもう逆に引っかかっちゃいますけど割と指の方がいいですかね。いやでも違い分かります。違い分かりますよ。そうなんですよ。こうやってやっぱ引っかかるんですよね。相当引っかかってますよね。かなり突起がすごいですよね。なるほどですね。本当に。で一方でビブラムの方は割と突起が結構浅いんで、簡単に結構いっちゃうんですよ。本当だ。あと違いは硬さがやっぱ違うんですよね。このダイナイトソールの方が硬いんですよね。でビブラムソールの方が柔らかいんですよ。くにゃくにゃ折り曲げても硬度って言って硬い度合いの度って書いて、それで言うとこっちのが 82A、こっちが 67A、数値が高いほど硬さが増すので、でも実際柔らかいんですよね、ほんと。それがやっぱちょっと
張りがあるというか、コシがあるんですよね。腰か。なるほどなるほど。そうですね。いい表現です。コシがある感じですね。そうですね。コシですね。うどんと一緒ですね。確かに。讃岐うどんでした。そうですね。大内こそ。いやでもすごいいい表現かもしれないですね。ちょっとこれから使おうかな。お客さんに。よくまあこれって昔からどっちがいい悪いみたいな、どっちが減りが早いどっちが減りが遅いっていうのはあるんですよ。確かに硬さの違いから、僕のお店の来るお客様の肌感覚で言うとこっちの方が少し硬いんですけど減りは少し早いかな。こちらの方が少し柔らかいんですけれど減りは遅いかな。ただ本当差は微々たるもんの差だと思いますね。ただ僕の経験上このソールはそうなんですけどリフトっていうかかとの下についてるもの、これがそれぞれのリフトなんですよ。これは全然厚みが違うんですよ。本当だ、これは見てすぐ分かる、全然違いますよね。ダイナイトの方が今度は分厚い。そうなんですよ。ソールは薄かったんですけど、リフトになると分厚くなるんですよ。ビブラムの方がソールはベースは厚いんですけどリフトになると今度薄くなるんですよ。こっちの方が硬くてちょっと減りは早いかなっていうイメージなんですけど、リフトに関しては明らかにこっちのが持ちますね。それはやっぱ厚みがものを言うんで、ダイナイトの方が、かかとに関してはこっちのが持ちがいい、ソールに関してはビブラムの方が持ちがいいっていうそうなんこれだから結構究極の選択なんですよ。いつも悩ましいですね。悩ましいんですよ。なのでその方の歩き癖ですよね、その方が割と後ろ重心で歩く方なのか前重心で歩く方なのかによって、前の方がすごくこう減りが早い方だったら、ビブラムの方がおすすめかな、で逆に後ろ重心でこうリフトへドンっていう接地が強い方だとこのリフトの方が厚いダイナイトの方がおすすめかな。なるほど、そういう使い分けもあるわけですね。そうですね。他に違いあるんですか？もう一つは重さですよね。重さも違うんですか？重さが結構違うんですよ。なので今日分かりやすいように、本来これ新品のソールの時は少し形違うんですよ、ビブラムとダイナイトって、なんですけど今日のためにこの重さを比べたいっていうので同じ形に削ってきたんで、こうすることでより分かりやすくなると思うんで。村上さん、こういう時も仕事と同じく豆なんですね。そうですね。もうここもあれですから結構ガリガリに削ってもいいじゃないですか、ものすごい滑らかにしてきましたからダイナイトの方が測りがある。173.5g ですね。なるほど。で同じ形の次イートビブラムの2055ソールは200g 超え。そうなんですよ。全然違うじゃないですか。そうなんです。片方で 27g 違うんで1日の平均歩数にすると相当多分疲れ度合いとか変わってくるんじゃないかなと、僕が一番言いたいのは、なんで硬く作ってるかなんですよ。これ多分どこのブログにも書いてないんですけど、これ僕の考えなんですけど、イギリス人ってやっぱ伝統と格式を重んじるんで、もともとレザーソールしかなかったじゃないですか、世の中って。合成ゴムがないんで。だから歩く時のやっぱコツコツ音をすごく愛してるんですよ。
で本当にイギリス靴を愛してるお客さんって僕のお店に来てもこのコツコツ音を消したくないっていう方すごい多いんですよ。これはやっぱり靴好きじゃない方とかそんなにスニーカーしか基本履かないっていう方からしたら、いやコツコツ音って何みたいな、多分そういう感じなんですけど、やっぱイギリス系の靴とか好きな方だったら絶対わかるんですよ、このコツコツ音が好きっていうのは。こういうのって基本雨の日用だったりするんで、革だと毛穴を通して水を吸い上げて中まで水が入ってしまうんで、やはり雨の日用にしたとしてもそのコツコツ音だけは、紳士のたしなみじゃないんですけれど出したいんですよね、多分きっと。だからわざと硬く作って、たとえ顆粒ゴムとか合成ゴムにしたとしてもそのコツコツ音は消さないっていうのが多分あると思うんですよね。一方でビブラムっていうのはやっぱりイタリアの会社なんで実用性重視っていう感じで、滑りにくくて減りづらくて音がしないようにっていうのが、要はクッション性を上げてるんですよね。クッション性を上げてるがゆえに音もしづらいんですよ。吸収しちゃうというか音を、なので全然音変わるんですよ